ラグジュアリーストリートを語る中で避けては通れないブランド、リック・オーエンスからリリースされる大定番、マストドンカーゴについて紹介していきます。マストドンカーゴについて紹介する前に、まず簡単にリック・オーエンスについて紹介すると、リック・オーエンスはカリフォルニア出身のデザイナー、リック・オーエンスが自身の名を冠して1997年に設立したブランドになります。リックは専門学校でドレープとパターンメイキングを専攻した後、アパレル会社で8年パタンナーを務め、その後、ミシェル・ラミーのスポーツウェアライン、ラミーにおいても8年間パタンナーとして活躍する中で、その才能を見出されました。彼の複雑かつ緻密で美しいパターンで生み出されるアイテムは、どこか退廃的ながら気品があり、それでいて未来的、相反する要素を同時に感じさせる独特のデザインが特徴的で、ミニマルでくすんだカラーを中心にシンプルに表現されたゴシック調の世界観にはカルト的な人気があります。究極のモードスタイルともいえるデザインはラフでありながらスタイリッシュで、昨今のラグジュアリーストリートの文脈においても欠かせない存在であり、頭一つ抜けた存在感のあるブランドと言えるでしょう。しばしばモードファッション界隈において最も模倣されている、コピーされている存在としても挙げられますが、リック自身は自分の哲学まではコピーできないと特段気にしていないそうで、確かにリックのアイテムからは形を寄せた他のものにはない絶対的な自信というか迫力が感じられます。そんなリック・オーエンスですが、カーゴジョグという名称で愛される人気アイテムがありました。2016年に初めて登場し、10万円近い価格ながら2018年まで続いた定番リリースの中で毎シーズン即完売するような人気ぶりで、2019年以降はデザインチェンジに伴い一時リリースが止まる時期がありましたが、熱望する声が多かったのか2021年に名前を改めて復刻。以降定番リリースされているアイテムがこちらのマストドンカーゴになります。ちなみにこの名称のマストドン、これは約4000万年前から1万1000年前まで生存していた原始的な藻類の総称で、リック・オーエンスの 2016AW シーズンのコレクションテーマでもありました。オーバーサイズなスタイルか、タイトでストイックなスタイルか、非常にメリハリの効いたコレクション作りで知られるリックですが、このシーズンはタイトルさながらにワイドなシルエットが多いコレクションでした。そして多くのルックでワイドパンツに装備されていたシーズンを代表するディテールがこの大きなポケットであり、おそらくそのディテールを引用している意味でマストドンカーゴという名称になっているのでしょう。ちなみに当時のカーゴジョグはこのルックのようにカーゴポケットにストラップがついていたのですが、現行のマストドンはそれがなくなっており、太鼓算かどうかを見分けるポイントになります。こうしてアイテムの歴史と名称について簡単に説明してきましたが、ここからはそのディテールなどについて見ていきます。改めてこちらのモデルはマストドンカーゴ BA 素材のサイズ48になります。まずその素材感について簡単に紹介しますと、リックのカーゴはいくつか素材があって、中でもこの BA 素材と TA 素材の2種類が最も定番となります。こちらの BA 素材はコットン 100% のいわゆるスウェットになるのですが、かなり密度の高い度詰めのスウェットで、放出かつ重量感のあるしっかりした生地感になります。一方 TE 素材はコットンとポリウレタンの混紡素材で、ストレッチが効いた光沢感のある生地感になっています。そして何といってもこのシルエット、初めて試着して鏡に映る自分を見たときは思わずスウェットの履修が完了したとさえ思ってしまいましたが、それぐらい完成された圧倒的な仕上がりになっています。それはいわゆるスウェットパンツと聞いて思い浮かぶシルエットとは全く異なるもので、膝下のラインで言うとそれはもう非常に細いスキニーシルエットになっています。しかしスキニースウェットと聞いて思い浮かぶ一般的なシルエットともまた違って、鍵となっているのが膝上の部分。ももにダーツを入れることで股下には絶妙なゆとりが出るように仕上げられていて、いい意味で体に沿いすぎない余白のあるスキニーシルエットになっています。そしてこの
マストドンという名称の鍵となるポケット。立体的でボリューム感があるこのディテールによって、さらにうまく世間一般のスキニーシルエットの文脈からいい距離感が取られていて、結果として多くの服好きをうならせる文句なしに美しいスリムシルエットに到達しています。もう一点特筆すべきは、なんといってもこのポケットの中央を走るラギットでギラついたジップでしょう。多くの人が小さい頃から今までずっと何かしらの魅力や憧れを感じるであろうディテールです。世界三大ファスナーメーカーといえば、日本の YKK、スイスのリリ、そしてイタリアのランポーが挙げられますが、中でも世界一美しいファスナーと言われるのがランポーです。そしてこのジップはランポーのものではなく、そのランポーの生産する機械を作っていた工場が、その技術や知識を詰め込んで立ち上げたファスナーブランド、ラッカーニのものになります。ラッカーニのファスナーは、なんといってもその美しいメッキの仕上がりが特徴で、ここまで金属の素材感が魅力的に思えるジップはそうありません。引き手の美しさはもちろん、一度手持ちのファスナーと比較してもらうと、噛み合わせた部分の粒感と質感、光沢感が圧倒的に異なることに気づくかと思います。ペンとしてだけでなく、ペンとしても花のあるジップなので、それがこのポケットにおけるアクセントとして最高の存在感で機能してくれます。視認できる金属の質感をこのラッカーに一つに統一したかったのか理由はわかりませんが、ボタンを決して外出しにはせず、手間をかけてわざわざ生地の中に埋め込んでいるバランス感というか、詰めどころの細かさもさすがはリック・オーエンスです。ウエスト周りのディテールはリックのイージーパンツにおおむね共通しますが、素材感を切り替えたウエストとこの大敗的なくすんだ色味の長い紐は実にリック・オーエンスらしい特徴の一つです。外履きできるスタイリッシュなスウェットパンツで言うと、一着で完結させてしまうとにかく美しくかっこいい一本で、逆にかっこよすぎて合わせるアイテムとの質感や雰囲気の乖離が難しいところはありつつ、ヴィンテージ加工の効いたアイテムや定番のアイテムでも古着っぽいニュアンスを拾えるものであれば、かっこよく全体としてもまとまりのあるスタイリングを組めますし、そこまで深く考えずにちょっとした黒スキニーのようなニュアンスで合わせても全然かっこいいと思います。面白く攻めたいなら、スウェット×カーゴパンツという特徴を生かしてミリタリーなアウターやスウェットと合わせるというのも個人的に好きな方向性です。自分はまだこれ以外リックのアイテムを持っていないのですが、最初に手に入れるアイテムとしてこの上なくおすすめできる品番ですし、何よりもまずこれ自体が圧倒的な最強ボトムスの一角であることは間違いありません。ぜひまた探してみてください。ご視聴くださり誠にありがとうございました。